それじゃなくて、みんな散らばるってなかなかなくない？わかんないけど。座っててびっくりした。あそこに登場した瞬間。普通にめっちゃびっくりした。お互いね、もう普通に、まあ、意図的にちょっと話さないような空気を作ってしまっていたけど。それはちょっとね、申し訳なかった。でもなんかこうあえてよかったと思う。うん。いろいろあったけどさ。いろいろあった。何があったのよ。はい。昔何があったんですか？僕は違う人と付き合ってて、シンバさんと遊ぶ機会があって、でこっちにごめんなさい、別の人好きになりました、別れました。でこっちと付き合おうとしました。でも僕がこっちを忘れられなくて、だからシンバにごめんなさい、おいで付き合いますって言って。シンバ君が言ったことがめっちゃびっくりした。すみません。俺もだから、そう最初扉開けて、僕入ってって、あ、コペさんだとかなって、知ってる顔だからね。で、あ、どうもー。っていう顔に多分、目が、ちょっと目が泳いじゃったあの時。そう、二人とも泳いでたと思う。どう反応していいか分かんないし、声かけようかも分かんなくて。いろいろ楽しかったよ。楽しかった。ね。マジで謝らなあかんなと思ってた。なんで全然だってあの時あれも多分ブロックしてるやつもまま。返信送ったけど、帰ってこやんや。だから最初、ってなって、うん。まあ、揺らいでるって言ったじゃん、気持ちが。そ別れたけど、やっぱり、そっちの方が強いんだなと思って、まあそこはそこで理解したけど、でもなんかちゃんと話した方がいいかなと思ってた。シンバと付き合うために別れたんや。あの時はまた何復縁したってこと？う。あの時は、そう、復縁するからごめんねって言って。ああ。まあでもそれで、その時幸せだったならそれでいいよ。あら、大人。じゃあなりがとうございます。いいよ、全然です。かっけうん。好きな人見つけよう。うん。ソロ行くまだ。じゃあ今後ともよろしくお願いします。よいしょ。だからまあここはもう友達ってことそうね、にしなあかん。完全にもうない。そう少なくともシンバさんからなさそうよね。マイクチェックマイクチェックIt's sunny days 晴れ渡る青空も頬を撫でる風も私の味方 Sunny days 今日も幸せだって大声で叫ぼうそしたらほら笑顔になれるでしょアイスクリームのような雲ゾロ目のお会計そこかしらに溢れる幸せに気づける人大体は笑って笑って幸せに会いに行こう傷ついた夜はたくさん泣こう美味しいご飯を食べよう笑って笑って自分を抱きしめようこの世界に溢れた愛を探しに行こう踊り続ける僕らはいつもなんで答えばかり求めては繰り返す夏の夜をまだ生まれたばかりの恋がこのさ誰にも言えないよ本当に気づく雨が降るほら夜まで待ってない始まりましたハウリングラブ。
ナインモンスターズが手掛ける本作では3泊4日の共同生活を送る中で生まれる友情、葛藤、そして恋、彼らのリアルな感情の変化をありのままに描く恋愛リアリティショーです。さあ2話の最後に、衝撃的な事実がありましたけれども、せやさんとシンバさんが過去に、お付き合いをしそうだ、そうだったんだよね。結局してはいないんですね。でよかったこれ知れて。まあね、なんかやっぱちょっとせやの動き変やったもん。それがやっぱり理由だったのかな。それなんかな。でも馴染めないだけもあると思う。だってシンバ君一人でそこまで。そうそうそう。関係ないからね、周りは。まあだからね、やっぱりこういった男性が恋愛対象の恋愛リアリティショーだと、やはりこのすごくコミュニティがある程度狭い分、過去にいろいろあったっていう方がこういったところで偶然巡り合う、また巡り合うっていうのはよくある話ですし、我々のプライベートでも全然ありますもんね。あります。だよくそれこそホームパーティーとかで、関係者がやべってなった時に初めましてとか怖い初対面でっていう感じであるね。あるんだやっぱあるね。よく考えたら。でもなんかせや自体は腑に落ちてないような気も見えたんですよね。私はシンバと話をした時に、シンバはもう割り切って、じゃあこれからもよろしくみたいな感じだったけど、せやはなんかなんか感じましたよね。シンバさんからはもう全くないんだろうなって感じがしたけど、せやからはなんかちょっとこれをじゃあまだちょっと気があるってこと。ちょっと見えましたね。絶対ダメだよそれは。ダメなんだけどせやはやるぞ多分。許さないよ。こいつはやるぞ。行くぞ。こいつはやるぞ。それちょっとちゃんとチェックやなこの後。はい、要チェックですよ。私はもうそこにしか目がいかないかもしれない。どうすんだこの男はっていう。ほんでもシンバさんが大樹に行く可能性はもうなくなったんだね、なんか最初に割と大樹さんって言ってでも大樹さんとは話したで、タッシーさんとも話した、だからコペさんと行こうってのでデート行った。そうですね、だからこれでコペさんともでいろいろ話したから上でそう、だから今誰にシンバさんが向いてるか。そうですね。シンバさんが今誰なのね、海が良かったのかどうなのか。でもあれはちゃんとしたデートだった気がする。あれはデートでしたね。なんかこれやるのが好きなんだってやるのってデートじゃん。デートですね。でこのコペさん結構本当にモテ筋さんでいらっしゃって、ゴーゴーボーイもされてる方が夜景デートをしたいっていうふうにアクションを出したってことは、そこで結構コペさんもフォーカスをグッと絞りたいって思ってるはずなんですよね。まだ立候補者として分かんないですからね。そうなんです。次はそのゴーさんのだからスーパーでお出かけデートとジンタさんのシアタールームデートの結果いかんでいろいろ変わってくるかもしれない。でもゴーさんはやっぱねモテると思うんだよね。ゴーさんモテるよ。だから笑いがなんかこれ意外とこうなんか静かに動いてるようで、なんかゴーさんがもうとっとと誰かとどこブリーディングいっちゃう気がするんだよね。もう来るもの拒まずで。それなんか褒めてんの？急いでる。相撲部屋みたいな音なんだよね。音だ。セクシー。あら。うまいこと真ん中のねあれで隠れてるね。でもお姉さん巻き？ハウリングしていただけたじゃないですか。はい。それに2人いまして。誰が来たんですか？太郎さん、シンバさん。これそろそろみんな玉入れなあかんから。そう全然いいにしないですよね。めっちゃ取ってる。めっちゃ入れる。同じとこに。
見ようと覗いてるんだ。あれ完全に見ようとしてるよね。入れんのかい。入れないんだ。覗くだけかい。めっちゃ安い。ここ行っても安くないですか？でもすぐさやられるじゃん。あ、そう断線しちゃうんですよね。そろそろ買い出し行くんだけどさ、なんかどうしよう、決めなきゃ。だって決まっとるがん。え？買い出しはゴーと誰かで決まっとるんじゃないの？物だけ決めなきゃいけないなって。ああね。人決まってんだ。じゃあ、今話してきたんですか。うん。買うもの決める？結構みんなお腹いっぱいだからさ、そんなになんかがっつり食わないよね。スイカとそうめんだけでもいいかも。今日はそうめんのそうめんの大丈夫大丈夫。変わり種のタレを。朝食はフレンチトースト。箸がブラジルみたいになってる今。え？ブラジルみたいなやつです。ごめんなさい。蜂蜜とフランスパンと卵。バニラエッセンスはいる？おしゃれ。あとアイスクリームとかいる？ハニーメント絶対おしゃれじゃん。アイスクリーム作りましょう。アイスクリーム作ってほしいかも。アイスクリーム作っちゃうの？それよくない？う。簡単だね、バニラエッセンス。自分で作った方がよくないですか？何回もあれだよね。混ぜて。何が必要ですか？アイス。生クリームと牛乳と。ガチムチヒゲの人たちがアイスクリームを作るという。美味しそう。みんなメール来た。メールだよ。読みます。読んでください。お願いします。ハウリングカードが使用されました。使用者はコペさんです。内容は展望台に夜景ドライブデート。20時からデート開始です。はい、複数の場合はコペさんに選んでいただきますとのことです。はい。夜景を見に行きたいんです。ロマンチック。ドライブいいな。めっちゃロマンチック。これ荒れるね。コペさんは荒れますね。これは荒れるわ。これ誰も来なかった一人で夜景見に行くでしょ。絶対ないから大丈夫よ。いいね、お母さん。ゴーちゃんの買い出しの相手は決まったの？決まってるね。でも何時から？でも16時。今から。あ、もう決めたんですね。あ、もう行かなきゃそろそろ。行ってきます。じゃあ車で。なるほど。先にどうぞ。うちらが分かるってことね。先に。カバンもとか忘れないように。財布どこだっけ？あそこです。水色の。水飲みますか？水は飲みます。そうでしょ。大丈夫。かわいい。太郎がすごいそわそわしてるように見えるんだ行くんじゃない？面白くなってきましたね。長い。行きます。気をつけてね。お願いします。あ、スイカ買ってきてね。スイカ買ってくんの？スイカ買ってきて。了解。割るよ。なんか汚くなったな部屋。こんな。なんかあそこに割れそうななんか長い棒みたいなのない？あれ何？あれ靴べらっすね。あれ靴べらっすね。移行したってこと？わー。
ましょうか。私はちょっ気をつけていきましょう。はい嬉しい。かわいい。照れてる。お似合いだけどな。私はコウさんのタイプですよ。私はあなたのタイプですよ。国際味を感じたね。 Do you love me ってことだもんね。さ、ワンナイト人狼どうだったの？やってないんですよ結局。やる前に終わっちゃったんだ。うん。人数がちょっと多いのかな。ゲームマスター除いて最大5できます。あ、それでいいんじゃないの？じゃあ4時半からゲームかなんかしましょうか。やろう。片付けるぞ。はい。はい。本当に部屋大変なことになってるね。俺もそうしなきゃマジで。ゲームする前に掃除して一回。絶対にそう。タバコなんか吸ってる場合じゃなかったぜ。今後片付けが終わるわけねえじゃねえかってなってる。そうか、部屋をシャッフルするから片付けないと。洗濯したいで。したいですよね。多分水着の乾燥をしてくれてるから、その後一緒に回すの気になる人？あ、一緒に洗濯する？ちょっと胸キュン。もう乾燥までかけちゃおう。関節交尾だからね。いや本当にそう。関節交尾。これって。あーポキってた。腰が。ベッドくっつけたまんまでいいですかね。いっか。いいんじゃない？今日誰が隣になる人かわかんないけど。布団だけちゃんとしとってあげよう。仁太くんと恋愛の話をしてみたいなと思って、お互いの今までしてきた恋愛とか、そういう分かち合えそうだなと思って立候補します。死ぬ気のうぬ。二人部屋を死守する。あ、でもな、和室だとずっとゴロゴロしちゃう。どこ行くんだろうね今度。本当に。転がった瞬間ずっと右往左往してるから。そう？ん？なんでもない。昨日みたいな。起きたら僕が斜めに起きてるみたいな。エネルギーがないか。僕もちょっと眠いし。休憩する？なんかもうみんなでシアタールーム行かない？いいよ。みんなで。ちょっと待って、一人いなくない？様子見てこよっか。上にいないのよ、部屋に。あそこじゃないですか？ぶどうやって、メロンやってんのかな？スイカだよ。一人で？うん。ワンチャンあり得る。立ち入り禁止です。みんなで寝ればよくない？なんかします？したら。まあでもヘロヘロの人おるんだったら一旦自由にしとく。遊びたい人は遊びたいし。コペ様は何かする？コベさんすごい元気なんだよね。じゃあワンナイトしちゃうか。そう、海からエネルギーを得てしまった。ちょっとこれしたい。やろうよ。じゃあゲームマスターします。太郎ちゃん的には誰が一番タイプだろうね。コウさん一番タイプだよ。本当に？俺普通に仁太くんとかかなと思ってさ。最初にマッチングしたのもあるけど、メンバーの中で他気になった人がいる？
気になった人なんかまだわかんないかな。でもなんか喋ってみたいなと思って太郎ちゃんと普通に。なんか全然なんか喋る機会ないしさ意外と。でも私はコウさん気になった気づいたの。全然気づいてない。嘘。まあ俺のせいかな。全然気づいてなくて、なんか地味だしさ俺さ本当に。太郎ちゃん結構派手だしさ。きらびや派手だしさ、きらびやかな感じだしさ。ない。でもまあ。ちょっとだからジンダ君はあなたのタイプだったと思ったかなって。あ、俺？ジンタ君はタイプじゃないな。ちょっと違うかな。はっきり言った。鍛えてる人が好きだからね。しっかり。めちゃくちゃ鍛えてるっしょ。タイプですか？全然タイプない手をつないで。あら。おお。いやグイグイやな。ごめんね。そう、命が大事だから。命が大事です。今日のウノ頑張ってね。今日のウノね、頑張るね。2人で獲得。もやもやするのに言葉にできない。そんな時は AI コンプ。日常の迷いに全部答えてくれる AI コンプ。気持ちを言葉にしよう。違うただ違うやろ。グッジョブハンターです。信じてください。だって2枚あるんだよ。グッジョブハンターだったらこれ1枚書くから。なんかハンティングしてねえじゃん。抜け覚ましのコーヒーでもどうぞ。優しいじゃん。ありがとよいしょ。ゆっくり話しましょうとしたら。そうだね。砂糖いります？粉砂糖ですけど。あ、めっちゃ入れたよ俺。コーヒーもめっちゃ甘くないと思うね。どう？いい人っていうか、気になる人？いろんな人と話してて落ち着くなーって思ったのはやっぱシンバさんとゴーさんかな。やっぱゴーさん、あとコペさんか。コペさんとゴーさんに関しては多分もう友達に近いのかな。逆にどうです？なんかね、まだピンときてないんだよね。これといって。逆に。さ、一番最初の、なんか、第一印象。聞かれたときに、コペさんと、シンバ。シンバさん。を、あげたんだけど、なんか、2日目になってきて、いろいろ周り見てると、コペさん、多分一番人気？コペさんと、シンバがもう1番2番を争うぐらいのさ、イメージがすごい強いから、その中で勝ち抜くのは、勝ち抜くっていうかさ、きついかなっていう自分自身。思うからこそ、なんか、また別の人と話してみたいっていう気持ちが多くなって、もうちょくちょくなんか、いろんな人と喋ったりとか、近く行ってみたりとか、相手の様子を伺ってるとか。出先は。これ、ジンタじゃない？僕らはあれですよね、1夜目のスイーツ一緒に作って。そうよね。でもあの時結構喋りやすいなーっていう印象やっぱ強かったですね、個人的には。本当です。なんか今回立候補したのは、お互いの恋愛観っていうかその過去の恋愛だったりとかの話聞き
たいなと思って、お互いなんか話し合いたいなみたいな。いつまで彼氏いたの？彼氏。元彼がいたのは、言うてでも2024年の1月。去年の1月。去年の1月です。付き合った期間も言うても、ほぼほぼ1日。一日あ、ワンナイトの話それは付き合ってない。まあ一応まあ好きだったし、まあいろいろあって。知り合ってからは長い。2ヶ月付き合って1日で。付き合って1日で。やっぱ違うと。だってやっぱり違うと思わないでしょ、1日で24で。自分も去年の4月までは出たかな。これは4年ぐらい付き合ってて、知り合って1年で向こうがお家を買ったのかな。すごい。そのタイミングで一緒に住むってなって、で、そのある日、なんか来月ぐらいに出て行ってねって言われて、急ですね。蓋を開けたら、自分の知り合いと、その元彼のよく遊んでるグループの中に、その自分の知り合いがいました。気づいたらそこがなんかいい感じにできてましたみたいな。浮気ってことね。また残酷じゃない。めっちゃ付き合ってたことも相談してたし、すごいトラウマでみたいな、なんか難しいなと思う。みんな顔面強いなっていう。いや、そうだ思うよ。マジで全員強い。無理、戦えない。戦えないってこと。この中で僕モブだと思って。全然なんか、ね、アタックしていってほしいなと思うけどね。もう自分はもう下がりましたので、それで相手の胃袋使うのが一番だからね。だからそうだから今日料理多分すると思うんですけど、まあそれでなんかまあこの子料理もできるんだって思っていただけたらそれもそれで、だからもう自分はもう戦えないからこそ、逆になんか頑張ってほしいみたいな。なんだかんだいい話できたの。僕は何してんだろう。ワンナイトやってました。ワンナイト人です。今見ようかな。加えていく。参戦するか。参戦するか。一応砂糖入れたんで。ありがとう。足りなかったら砂糖ベッドにあるんで。多分ね絶対に足りない俺。そんな甘党？興味があるっていう前提はなくて、ただその過去の恋愛の話をなんかよく聞いてくれそうだなと思ったし、向こうも多分話してくれそうだなと思って、それもなんか共感、そうだ、どっちかというと相談の乗りやすいお友達が欲しかったってこと？相談しようかな、お互いさらけ出そうかなみたいな。今はもういろんな人に当たってる状態。何？で、最後の土手人間が向けても、もし隠したカードが人狼であったら夜景が似合います。夜景？立候補。OK です。間に合います。間に合います。あんな感じで言うんだね。最後の土手人間が向けても、もし隠したカードが人狼であったらちょっと一回見て他人のカードを次からできるじゃないですか。見れる。1枚だけ見れる。OK。で、吸血鬼が誰かのカードをまた伏せた状態で交換できる。さあということで1枚目のハウリング、買い物デートに関しては郷さんと太郎さんが連れ立っていきました。太郎さん嬉しそうでしたね。もうあのまま出て行っていいかなと。車もうあれ完成でしょ。もうあそこなんか誰も邪魔しないでほしいかも。欲しいですね。結構だって最初からでしたもんね。パクパクから。太
太郎さん嬉しそうだったな。すごい幸せそうな表情でしたね。で2枚目のシアターデートですか。あちらは結果タッシーさんが陣太さんとお二人でいろいろお話しされていましたと。落ち着くなーって思ったのはやっぱシンバさんとゴーさんかな。なんか、第一印象。聞かれたときに、コペさんとシンバ、はい、シンバさんをあげたんだけど、きついかなっていう自分自身。無理、戦えない。戦えないと思った。この中で僕、モブだと思って。全然なんか、ね、アタックしていってほしいなと思うけどね。だからなんかみんな振られない動き方をしている感じがする。それもリアルじゃん。なんか当たって砕けろ感はそんないない。ないんだよ。タッシーさんはでもそれを感じる。その予防線を張ってるっていうか。太郎さんとかはそんなことないのよ。ああ、そうね。もう堂々と当たっていくっていう感じがある。これずるいなと思って。手につないでもいいですかって、あれずるいわ。タッシーさんはいろんな人の恋愛観を聞いてみたい。だから近くに行ってるんだ。それが私にはちょっと怪しいと思う。本当そんないろんな人の恋愛観を聞く？絶対その中に好きな人がもちろん本当はあるんだよ。まあでも1日付き合って1日で別れましたってなったらちょっとこの人は1日で別れる付き合って自分とも1日で別れちゃうのかっていう懸念点を感じる時もあるから。1日で別れるのはあり？ゆりやさん。いやなしですよ。何ですかその24だけの関係。何があったん逆に。何がどうなったら1日で別れる。割と陣太さんもなんか面白い人だなって思う。掘れば掘るほどなんか不思議な。なんか不思議ですよね。ちょっとネガティブな部分もあったのかな。この自分なんてモブだとか。なんか普通に人気っぽいじゃん。モテ筋とか陽キャっぽさもあって結構自分から伏線張ってほら動いてねハグできるようにとかもう状況持ってったりもするし行くのに自分なんてモブでだからいわゆるそのゴーゴーボーイさんとかもそのクラスの人が来ちゃうとみたいなところもあるのかしら。その日本ってこう謙遜する文化があるのはこれ素敵なんだけどやっぱ謙遜で恋愛勝てた人はあんまり見れてない。グイグイよね。やっぱ結局グイグイじゃないともう自分に自信がないってなるとやっぱ他の人も評価してくれなくなるから堂々としてなきゃダメ。ここでいきなりビヨンセ来たらさモブだって思うもんね。ここにビヨンセが来たらささすがにもうモブだよ私たちって。いやもうでもなんかもう最初からいなかったかのに逃げて去る。去る。せやがあのブランコに一度も乗ってなかったよ今このあれを見てたら。本当。せやはもうあのブランコを卒業したかも。シンバさんとの例のミーティングの後。はあ成長したのねせやさん。大樹さんもなんかあんまりこう当事者感がまだ今のところないんですよね。大樹さんとタッシーさんじゃダメなのかね。全然2人の絡み見たことない感じですよ。同じ部屋なのに。確かに。さあ、コペさんが夜景デートのハウリングをしまして果たして何人の方が応募してそしてコペさんは誰を選ぶのか続きを見てみましょう。コペさんね。なんだっけ？アシカホテル。あります。でか。でもちっちゃく見えるね。多分2人が大きいから。でも8人だから。あ、いいか、ちょっとでいいか。オッケー。レタス、グリーンサラダ、アボカド、あとね、チーズ。多分ここら辺のチーズだと。一番大きいのでいいかな。それじゃない。料理なら。これでいいかな。料理用かな。料理用。それともパン。あ、これね多分ね餃子に入れるやつだから。あ、本当？こんなもんで大丈夫だと思う。2つ？あ、1つでいいんじゃない？はい。ダメだったら怒られます僕が。大丈夫守る。今大丈夫守るって言ってたね。蜂蜜？蜂蜜？パスしとく？一回パスして考えるのですよね。あれ青い。あれ来るかもしれない。これがワンチャン。
もう負けるんやったらな。いやいい、もうこれはお友達お友達。うん。ドラフォー。ドラフォー。イエーイ。すみません、すぐやります。すぐやります。すぐやりますね。すみません、失礼しました。すぐやります。ちょっとどなたか存じ上げないんですけど。申し訳ありません。最後の手すぐに。すみません、ちょっと汚い言葉を使ってすみませんでした。最後これ。うるさい、お前、ほんま。あ、楽しそう楽しそう。やばいやばい、本性出てる。やばい。タッシーやらないかな。タッシー。あ、さっき来た。お買い物チーム。お買い物はもう今日の晩ご飯は晩ご飯俺ら作んねんの。作ります。何いけないのに。でもさ、ちょっと5帰ってきたらさ、上でちょっと聞き出せない。どうする？車でチューして帰ってきてた。車でチューするのをオンエアで知る我々っていう。重いね。開けるね。お願いします。結構買ったな。あ、でもあれ今日も自分の米買ったんですかね。泥そうだ棒で18号泥6で取っ帰りー。花火？追加。帰り。あ、花火だ。今日？え、今日Today？ 600円しかない明日のお昼はかけましょう。そこはちょっとまた相談しましょう。いばーす。やっちまったな。じゃあ夕食の準備しようかな。あれ、陣太さん、シアタールーム誰と行ったんですか？じゃあ、緑、泥通です。作りましょう。座ってゲームやっててください。ずっと作ってくれてるから。オッケー。黄色何？喫煙所？喫煙所か。お疲れ会だし。お疲れ様。ちょっとドア閉めようか。あれだもんね。飯が入ってくるよね。そう。ごめん。いい？どうだったの？まさかさ、反応するところなくてさ、ハウリングにね、俺の。ああ。うん。まあ、2人いたんだけど、反応してくれた人がね、ちょっとなんか、よく分かってないから正直、大将のこと。あ、そうだよね。そう、ちょっと分かってみたいなと思って話してみて、まあ詳しいことは言えないけど、なんかよかった。なんで詳しいこと言えないの？なんか、お疲れ様。おすー。なんだろう。めちゃすごい。めちゃいい話聞いてるところ。ちょっとドア閉めなよ。なんか、そう、ちょっとここだけで。あら、聞けへんかったやん。スイカゲームしに行きますよ。ちょっと。いいよ。ご飯はお任せしました。昨日やったし。何見てました？何してましたここで。ずっとね、お互いの過去の恋愛の話をしてた。死ぬやばい。誰気になってるの？でもやっぱコペさんとかは料理も教えてくれるし可愛いですけど、なんか振り向いてもらえるわけないって思っちゃう。みんなそう言うね。そう、絶対そう。そう、みんなこれ言う。当たり前そう。だから今日のあれがあれちゃいます？誰選ぶんかみたいな逆に。ね。そう。じゃあ立候補はする？立候補はする。もう自分はもう無理やと思ってるから。ね。もうダメ元でみたいな。選びたい放題だよね。本人は。もうしゃあないあれば。でもなんか今日郷さん可愛いなと思ってきた。
うん可愛らしい人ですけど、ガチムチがタイプなんでしょうね、めっちゃね。そうだよね。多分そう言われた時に多分そうなんやろうなって。そうだよね。無理。みんなビジュアル高すぎて。確かにそれはね本当に。うん。でもあんまなんか動いてなくない？なんか動いてないっていうかなんか積極的に。奥手ですね。僕のことを好きじゃないとまず好きになれないタイプの人間。いや同じかも。なんか自分のこと興味湧いてくれる人に興味湧きたいみたいな。そう絶対そうなんですよ。わかるわ。でもそれって結構なんかもうダメやなって思うことで、20代の前半にはこう卒業していきたい。そうだよ。恋愛したいけど、なんか中開けたらすごい人が多かったみたいな。なんか自分そんな振り向いてもらえるわけないわみたいな。逆にどんな感じだと思ったの？そのなんか言ったら有名な人とかが多いわけじゃないですか。インスタ何千万フォロワーいてみたいな。何千万？そんなんじゃないと思ってた。今狙ってる人います？狙ってるっていうかかじってるみたいな。かじってるみたいな。そうなんか手応えを見計らってるみたいな。そのいろいろなんか喋ったりとか近く行ったりして向こうの反応を伺ってるみたいな。もうちょっとなんかアクションあったらいけるなみたいな。そう反応によってそのもっと興味持ちたいなみたいな。ゼロではない人に言ってんだね、全部。まあそうだよね。聞かせてくださいよ。だからまあ僕は太郎ちゃんが可愛いと思ってますっていうふうに言っていただいて、言っていただけて、と思って初めて知ったと思って。いやーいいね。話す機会なかったですもんね、お二人。あんまなかったかも。で今回今買い物行ってちょっとイメージ変わった？まあ普通になんかすごいいい人だなと思って。ちょいやつだよね。わかる。優しいんだよ。優しい人俺結構好きだからさ。いいじゃないですか。今日一緒の部屋になりたいねとか。わあ。それは頑張ろうね。UNO で勝ち取ろうねみたいな話して。今日のUNO頑張ってね。今日のUNOね頑張る。2人で獲得。死ぬ気のUNO。2人部屋を死守する。2人部屋を勝ち取る。2人部屋を勝ち取りたいねって話をしてた。いいじゃん。この後どうなってくるんだろう。言っていいのかな。なんか戻ってからもいっぱい喋りたいね。いいの？いいの？喋ろうよ。じゃあ明日私はハーリングカード使ったら出ますか？出ようかなと思ってる。明日使うってなの？明日使います。なんで今日のシャワー浴びるの時はドア閉めてないの？なんで？常に誰から誰か入ってこないかなって見せたいの？見せたくないよ。嘘。一緒に浴びると思ったのに。本当に？ドア開いてるし。浴びてもよかったね、全然。そう、一緒にお風呂入る。一緒にお風呂入るのもいいね。入ろうか。じゃあ今日は一緒にお風呂入る。入ろうか。今日はタッシーさんと海の時は何を商談しましたか？ちゃんと見てたんだ、タッシーとゴーさんが話してるの。今気になってる人いるって話をして、どんな返事した？ってなんかやっぱりちょっとコペ君の話してみて、あの人絶対一番人気だよねみたいな話して、運転大丈夫？気持ち悪くなってない？大丈夫。じゃあ今日、コベさん気になったら今日のなんかハーリングカード使ったじゃん。どうする？行く？一応ね、まあ行ってみたいですってはスタッフさんには言ってみたよ。ああ、なるほど。コペちゃんにハーリング出たので僕行ってみたいです。お願いします。面白い。もうすぐ着いちゃう。
どうしよう。楽しかったな。着いた。着いた。着きました。お疲れ様です。お疲れ様です。間違った。していい。何？で終わんのこれ？なんだそれ？もう帰るぞ。なんだそれ？あんまり言ってたら。響くぶる君のこと止まらない僕らのフォー影が重なるデーゼ幻想描いてく愛の模様